こんにちは、ミッキーです。今回はイタリア・ローマ必見グルメ9選としてご紹介します。前回イタリア・ローマの見どころをご紹介してきましたけれども、今回はグルメ。美食の国と言われますイタリアの中でも、その歴史や街並みも相まって特に需要が高い街、ローマ。カルボナーラをはじめ、アーティチョークのオイル漬けなど、ローマを訪れたらぜひ食べてみてほしいローマ料理もたくさんあります。かつて労働者が集まる街として栄えた場所でもあり、値段も比較的リーズナブル。ユーロに加えて円での参考価格も確認しつつ、今後の旅の参考にしていただければと思います。気持ち塩気の強い料理が多いんですけれども、そういったところもローマらしさを表現しているので、そのあたりもぜひ感じてみてほしいです。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まず、はじめにご紹介しますのは、サンテウスタキオイルカフェというお店です。ローマの中心部にある最古のコーヒー焙煎会社と言われているこちらのカフェ。ラボーナ広場とパンテオン神殿の近くにありますサンテウスタキオ広場に1800年に存在していたカフェ・エ・ラテをもとに1938年に設立された焙煎所がこちらのお店です。薪の火にて焙煎されるその手法もイタリアの伝統を支えています。ファストフードに対して唱えられた考え方で、その土地の伝統的な食文化や食材を見直す運動、スローフードを大切にしつつ、オーガニックやフェアトレードにこだわったコーヒーを提供するカフェでもあります。使用している品種は南米から直輸入したアラビカ種 100% のブレンド。コーヒー愛好家であればぜひいただいてほしい一杯を提供してくれます。ローマで美味しいコーヒーといえば、まず名前が挙がりますこちらの店。今回はテーブル席でいただいたんですけれども、実はこのスタイルは割高。カウンターでいただくと少し安くいただけますので、疲れていなければカウンターがおすすめかもしれません。さて、数々のメニューがあるんですけども、この日はパンテオン神殿に入る前のモーニングとしていただきました。いただいたメニューはカプチーノ、また合わせてピスタチオクリームのクロワッサンとカンノーリというイタリアのシチリア島で発祥したお菓子をいただきました。カプチーノは 6.2 ユーロと少し高かったんですけども、こちらもテラス席だからこその値段かと思いますので、特におすすめなコーヒーのみが飲みたいという方に関しましては、カウンターやテイクアウトでご利用いただきたいです。そして今回ピックアップしますのは、このクロワッサンと一緒にいただきましたカンノーリ。カンノーリは小麦粉でできた生地を筒状にして油で揚げまして、リコッタチーズのクリームをたっぷりと詰めたイタリアの伝統のお菓子。ぜひこの機会にいただいてみてほしいです。さて、今回の旅で私が強くお勧めしたいのは eSIM です。これから海外旅行を計画される方は、ぜひこちらの eSIM を活用いただければと思います。今回私が利用したのはワールド eSIM というサービスでございまして、サービスの使いやすさがとても良かったので、今後も利用することかなと思います。こちら普段私は Android のスマホを使ってるんですけども、妻が使っている iPhone でも適用できましたので、Android ユーザーの方も iPhone ユーザーの方も安心して使えるかなと思います。さて、そんなワールド eSIM のおすすめポイントの一つは、手荷物が一つ減る点。Wi-Fi ルーターの場合は Wi-Fi ルーター自体、そして Wi-Fi ルーターの充電器も含めまして手荷物が一つ以上増えてしまうかと思います。また Wi-Fi ルーター自身にも充電が必要になってきますので、その充電をするという手間も結構負担かなと個人的には感じています。続いて eSIM のおすすめポイント2は、物理 SIM カードよりも手間が少ないという点。以前まで私も物理 SIM を使ってたんですけども、物理 SIM の場合にはもともと刺さっている SIM を保管する必要がありまして、何せサイズが小さいので、それがなくしてしまうリスクが結構心理的な負担でした。さらに SIM ピンを忘れてしまいますと SIM カードを取り出せないというトラブルにもなってしまいますので、そこの気を使わないという点だけでも結構おすすめでした。そしておすすめポイントの3、こちらは現地でも即開通ができるという点です。物理 SIM の場合には事前に購入して届くまで時間がありますし、
その物理 SIM を忘れてしまいますと通信ができないというリスクもあるんですが、この eSIM の場合には現地で Wi-Fi につないだ上で先ほどのワールド eSIM のアプリを落としていただいて購入することですぐに使えますので、事前に物理 SIM を買う必要もありませんし、空港で Wi-Fi を借りる必要がないという点でもとてもおすすめです。ということで個人的にはワールド eSIM をおすすめしているんですけども、価格の比較も今回行ってみました。今回は私イタリア7日間の中で 10GB を使う想定でご紹介しています。普段私は 20GB を1ヶ月で使っていますので、むしろ14日間あっても 10GB ぐらいで収まるかなと思います。実際に今回イタリア周遊の中では 5GB を少し上回るくらいで収まっていました。さて、まずご紹介しますのはワールド eSIM。こちらは2590円で 10GB、そして30日間使えるプランでございました。また、今回私は使わなかったんですけれども、2つ目のおすすめは ahamo です。ただ、こちらに関しましては、携帯の契約自体を見直す必要がありますので、普段から ahamo を使っている方、また新しく回線を日本で乗り換えたいという方は、ahamo に事前に乗り換えていただくことで、海外旅行も追加料金なしで月額の約3000円の中で 20GB に収まれば使うことができますので、これは結構いい選択肢になるかなと思います。今回おすすめはこちらのワールド eSIM もしくは ahamo になっていますので、気になる方は概要欄からリンクを参考にしていただいて、事前に準備していただければと思います。そして参考程度に載せていますのが、まずはレンタル Wi-Fi で有名なグローバル Wi-Fi。グローバル Wi-Fi は1日 1.1GB で契約することができたようなんですけれども、なんと7日間使いますと 11,690 円になります。値段的にも高いですし、先ほどの充電の問題とか荷物が増える問題があったりというところで、結構個人的にはお勧めできないかなと思います。そして普段ドコモのキャリアを使っている方に関しましては、5280円のオプションをつけることで7日間無制限で利用することもできます。ただこれに関しましては、先ほどの ahamo と違いまして、通常の携帯料金にプラスして5280円かかりますので、やはり結構高いかなと思います。なので柔軟性が高く、かつ現地でも利用開始ができるワールド eSIM、ぜひこの機会にご利用ください。続いてご紹介しますのはトンナレーロというお店です。トラステベレの中心に夢のレストランを作りたかった、そんな思いで誕生し、パスタが特に美味しいお店として愛され続けているお店です。ちなみにトラステベレは昔ながらの面影を今もなお残すローマの下町。そんなローマの下町においてトンナネッリと呼ばれる断面が四角いパスタを得意とし、店名にも現れていますトンナレーロ。提供スタイルも独特で、フライパンのまま出てくるのが名物スタイルとのことです。そんなパスタ以外にもメニューも非常に豊富でございますし、ドリンクもソフトドリンクおよびアルコールも含めてたくさんありましたので、ぜひ吟味いただいて気になるものから注文してみてほしいです。こちらは人気の店舗になっていますので、行列になっていることが多いんですけれども、テラス席含め席の数は非常に多いので、回転もいい印象です。ぜひ行列ができていた場合にも諦めずに並んでいただくのもいいかなと思います。また、基本的に座席につきますと、イタリアでは水が提供されるんですけども、炭酸入りか炭酸抜きかを選択し、こちらは有料でいただくお通しのようなルールです。あまり日本では感覚がないかもしれないんですけども、まさに郷に行っては郷に従えの元となった When in Roma, do as the Romans do に従っていただければと思います。さて、この日いただきましたのは、まず前菜として生ハムと水牛モッツァレラ。贅沢に生ハムを使いつつ、モッツァレラチーズも抜群に美味しかったです。そして加えていただいたのが名物のカルボナーラ。冒頭でもご紹介しましたけれども、カルボナーラ自体もローマ料理として知られています。先ほどご紹介したトンナネッリパスタを使った太麺が特徴的で、カルボナーラソースと絡み合った食べ応えたっぷりなメニューです。もはや食べ忘れると後悔するレベルなので、チェックを忘れないようにしてください。続いてご紹介しますのはジオリッティ。日本でも有名なローマで一番美味しいと評判の名門ジェラート店です。以前に私の原方という原宿の新施設の特集でもご紹介していますし、他にも道玄坂通りの特集でもご紹介していますので、もしかすると日本にいる方でジオリッティを知っている方も多いかなと思います。
そんな背景もあるので、個人的には希少感があまりないような気がしてたんですけども、ジェラート店が多いローマですら1位2位を争うほどの人気店とのことで、一日中多くのお客さんで賑わっています。ご覧のように実際に訪れてみますと、日本の店舗は全く異なる雰囲気。もはや日本の店舗と同じだと判断するのは失礼なレベルでした。味は間違いなく美味しく、トレビの泉からも徒歩でたどり着けるので立地も抜群です。ちなみに注文スタイルが少し特殊で、まずレジでお会計をしてからレシートを持ってカウンターへ持っていくスタイルになっています。そのあたりは間違いないようにしていただければと思います。その上で個人的に最も推したいのがコスパの良さ。ピッコリと言いますスモールサイズで2種類のジェラートをいただけるんですけども 3.5 ユーロ、およそ615円になっています。この値段、日本のジョリッティでは同じコーン、ダブルで810円だということを踏まえますと間違いなく安いことがわかります。そもそも今回訪れたタイミングが2024年の5月の円安真っ只中だったので、今であれば為替レート的にもより割安になるかなと思っています。加えてイタリアンスタイルとしましては、ジェラートを注文した後に生クリームを無料でトッピングしてくれますので、注文したジェラートと組み合わせてより見た目も魅力が増すかなと思っています。また過去にオーストラリア編の動画でもご紹介したんですけれども、イタリアのジェラートに関しましてもとてもたくさんのジェラートがありますので、じっくり選んでいただいて注文するのが良さそうです。さてこちらが実際にいただいたジェラートになっています。ちなみにこちらのジオリッティさんではジェラートの他にもたくさんの焼き菓子が提供されていましたので、ジェラートに限らず軽食をいただく用途でもご利用することができます。続いてご紹介しますのはイル・ガブリエロというお店。こちらはローマの中心部スペイン広場の近くにあります名店です。イタリアのグルメ専門出版社ガンベロロッソのリストランティ・ディタリアに選出されるほどの実力派店舗になっています。家族経営にて歴史を紡いでいまして、今の店主さんは4代目。ご覧のように地下を潜っていただきますと隠れ家的な空間が広がっている空間自体も素敵なお店です。30年以上の歴史がありまして、レストラン経営のグループとしてもどんどん規模を拡大しているとのこと。今回の旅でもイタリアの名物料理を全て美味しく楽しめる場所としてディナーの場所に選ばせていただきました。ちなみにこちらのお店は日曜日が定休日になっていますので、その点だけご注意いただければと思います。営業時間は夜の7時から11時までと比較的遅くまでやっていますので、以前にご紹介した見どころの中で一通り訪れたいような場所を訪れてから最後に夕食の場所として選んでいただくと効率よく巡ることができるかなと思います。さて今回こちらのお店でまず注文しましたのはグラスワイン。あまりワインは詳しくなかったのでお任せで注文したところ、メッシータという自然派ワインを提供いただきました。ある程度高級なお店でもありますので、グラスワイン1杯ですら12ユーロとまあまあお値段はします。こちらの店でも先ほど同様水が有料でついてきますので、炭酸ありもしくは炭酸なしから選んでいただく必要があります。さてこちらはお通しでいただきますパン。イタリアのレストランではパンがお通しとして提供されまして、おかわり自由。追加料金もないのでメインが食べられる程度にお腹を満たすのも良さそうです。合わせてオリーブオイルも添えてくれますので、オリーブオイルにパンをつけつついただいてみてほしいです。さてこちらはイタリアンパスタの名物アマトリチャーナ。イタリアのアマトリーチェという町の名前が由来となっていまして、トマトをベースにパンチェッタ、玉ねぎ、チーズを加えて煮詰めて作られる一品です。ミートソーススパゲッティよりもさっぱりとしているのも特徴的で、パンチェッタの旨味とトマトの酸味が感じられるコクのある味わいが楽しめます。続いてはイタリア産カルチョーフィ、通称アーティチョークと呼ばれる野菜です。こちらはデトックス効果も期待されていまして、最近は美容や健康にもいい食品として日本でも注目されています。ここではローマ風の味付けでいただけますので、ぜひその魅力を堪能してください。そしてメインはフィレ肉。こちらはクリームとディジョンマスタードで作られたソースに青胡椒をトッピングした一品。そのクリーミーさと肉本来の旨味、さらに青胡椒のアクセントに伴う塩気が絶妙に心地よい満足感たっぷりなメニューでした。少しお値段はするんですけども、ぜひ赤ワイン等を添えつついただいてみてほしいです。冒頭でご紹介しました通り、少し塩気があったり味が濃かったりしますので、パンと一緒にいただいたりとか、アルコール類と一緒にいただくことで、その塩気もうまく中和していただければと思います。
食後にはこんなクッキーもいただくことができまして、お口直しとして最後まで満足することができました。続いては、ローマの超人気ティラミスの名店、ポンピ。1962年、ジュリアーノ・ポンピ氏が設立したお店で、看板メニューのティラミスはポンピ氏が発明した大人気メニュー。今回訪れたのは、どうやら2号店でテイクアウトの専門店です。こちらはスペイン広場からもすぐにありますので、立地は特に抜群。コーヒーとココアを使用した 100% 職人技のクラシックな味わいのティラミスが魅力的で、すべて天然で厳選された素材が巧みに混合されています。ティラミスが有名なお店でありつつ、こういった他のスイーツも充実していますので、ティラミスをいただいた後に、それでも気になるメニューがありましたら、合わせていただいてみてほしいです。こちらの店では、環境にも配慮しておりまして、持続可能で生分解性の箱を使っていますので、テイクアウトにも抜群です。また、提供されるすべてのスイーツには、防腐剤やその他の添加物を使用していない点も魅力です。製造後すぐに急速冷凍プロセス、急速冷却プロセスが行われまして、保存性も担保しています。ですので、購入されたティラミスを室温に戻した後は、冷蔵庫に保管することで2、3日は持つとのことです。ただ、再冷凍はしないようにとの注意書きがございました。ちなみに、カフェ味のティラミスが苦手という方も大丈夫。定番のカフェ入りティラミスと並んで、大人気のいちごティラミスのほか、ポンピ独自の開発センターで日々研究し生み出されています新しい味のティラミスが常にラインナップされています。ですので、実際に訪れた上で、こちらのクラシックティラミスの他に気になるメニューがありましたら、そちらも注文してみてほしいです。こんな感じで持ち歩きがしやすいサイズにて、ローマの街を旅歩きしながら楽しむことができます。さて、ここで海外旅行保険についてご紹介します。海外旅行保険は個人的にエポスカードで付帯することをお勧めしています。おすすめのポイントは何といっても保険適用条件が簡単であるところ。パッケージツアーはもちろんのこと、航空券を購入したり、空港に向かうまでの電車、バス、タクシー代、いずれかの一つの支払いをエポスカードで行うだけで海外旅行保険が付帯されます。この手軽さがおすすめなので、まだお持ちでない方は、ぜひこの機会にカードに契約してみることをお勧めします。本動画の概要欄にも載せていきますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに私が普段使っているのはビューカードと楽天カードなんですけども、まずはビューカードについて、こちらも結構お手軽になっています。と言いますのも、ビューカードでチャージしたスイカで空港まで移動することでも保険が適用されます。また、ツアー料金の支払いでも適用されます。ただ先ほどご紹介した航空券の購入は適用外なので、そちらはエポスカードの方が利点があるかなと思います。そしてもう一つ使っています楽天カードですけれども、こちらはツアー以外の支払いは適用されずに、例えばツアー申し込み忘れた場合に、エポスカードやビューカードに関しましては空港まで移動するだけで適用されるんですけれども、残念ながら楽天カードはツアー以外の支払いでは適用されませんので、そこがお勧めしていないポイントになっています。ちなみに、イタリアの交通機関に関しましては、いずれもクレジットカードのタッチ決済のみで移動することができましたので、ぜひタッチに対応していますクレジットカード、特にエポスカードをお持ちの上で海外旅行に行かれると安心かなと思います。さて、ここからは2日目にコロッセオやホロロマーノに行く途中で訪れたお店をいくつかご紹介していきます。こちらはグランカフェロッシマルティーニというお店です。早朝にコロッセオ観光をした後で訪れたモーニングの時のお店です。ローマ帝国の中心部に位置しまして、窓際の席では店内からもコロッセオを眺めることができるような抜群の立地が魅力的なお店です。ご覧のように天気がいい日は座席越しに青い空とコロッセオのコントラストを眺めることができます。おそらく素敵な写真を撮ることができるかなと思っています。そんなカフェマティーニのオープンは1930年と大変歴史があります。ローマで最も古いレストランの一つだとも言われているこちらの店。1994年にロッシ家によって引き継がれたことで今の店名になっています。その際には元々の建物を最大限活かしつつ改装もされています。そしてさらに2023年にも改装されていますので、より綺麗で新しい店舗へと生まれ変わっています。こちらはまずいただきましたカプチーノ。5ユーロでいただけますので、イートインのお店にしては比較的リーズナブルだったかなと思っています。続いてはモーニングでいただいたフードメニュー。こちらはトーストサーモンというメニューでございまして、14ユーロになっています。
スモークサーモン、アボカド、クリームチーズをトーストでサンドした一品。冒頭でご紹介したように、割と塩気が多いメニューの一つでございまして、コーヒーと一緒にいただくことでちょうどよく味わえるのかなと思っています。ただ値段的には結構高かったなと感じています。もう一つ、こちらはフレンチトースト。こちらも先ほどのトーストサーモンと同じ14ユーロです。ですので、これだけフルーツもたっぷり乗っかっていて、さらに塩キャラメルのコーティング、そしてフレンチトーストの味わいも含めて満足感たっぷり。さらにお皿も素敵な感じだったので、コスパ的にはこっちの方が良かったのかなと感じています。今回は気になったので、この2つのメニューを注文したんですけども、他にもアメリカンブレックファストだったりとか、イタリアンブレックファストの提供もありましたので、そちらを注文するのも良さそうです。また、こちらのお店は朝は9時からやっている一方で、夜は12時までやっていますので、夜はまた違った魅力に触れることができるかもしれません。続いてもコロッセオの周辺からお店をご紹介していきます。こちらはラ・プレッツェ・モリーナというお店。量り売りでいただけるピザが魅力的なお店でございまして、コスパも抜群なお財布に優しいお店になっています。お店の中は結構混雑していまして、席の数もあまり多くないんですけれども、比較的回転も良かったので、ちょっと待っていただければいただくことができるかなと思います。また、テイクアウトも可能なので、こちらで量り売りしたピザをテイクアウトしていただいて、周辺でいただくというのもいいかもしれません。さて、こちらが量り売りでいただけるピザ。種類もたくさんありますので、初見だと結構悩んでしまうかなと思っています。いくつかメニューがあるんですけども、マルゲリータが一番安かったので、まずはマルゲリータを注文していただきつつ、他に気になるものは別途購入いただくのがいいのかもしれません。また、今回いただかなかったんですけども、こちら、すっぷりと言いますライスコロッケも美味しそうだったので、とても気になりました。さて、こちらはこの日にいただきました、小ビールとコカ・コーラ、クワトロフォルマッチとマルゲリータです。ビールも小ビールの場合にはコーラと同じ値段だったので、この機会にいただいてみるのもいいかもしれません。また、こちらのピザですけれども、ご紹介しているこのサイズだと 2.5 ユーロから3ユーロ程度でドリンクと同じくらいの値段でいただきましたので、とてもコスパがいいです。そして何よりも抜群に美味しい味付けになっていますので、ぜひそのクオリティを味わってみてほしいです。続いてはラト15というお店。こちらはコロッセオ周辺でジェラートをいただきたい時に訪れてほしいお店です。いくつかジェラート店もあったんですけども、比較的ここが評判良かったので訪れています。あくまで印象なんですけども、ローマ周辺に比べてコロッセオ周辺の方が多少お店選びに苦労するかもしれません。さて、こちらは 100% 自家製にて提供されますアイスクリームが大きな魅力。ベーシックな味わいだけではなくて、季節ごとの限定フレーバーもありますので、その季節ごとの特徴を生かした素材の魅力にも触れてみてほしいです。原材料はオーガニックにこだわって、契約した生産者からの仕入れにも限定しているとのこと。砂糖も天然の砂糖もしくは未精製の砂糖に限って使いつつ、乳糖も一部にのみ使っているとのことなので、牛乳が苦手な方、乳糖対象の方は避けて注文することもできます。そして香料は一切不使用。塩でありながらしっかりと見た目も美しいです。またご覧のようにアイスクリーム以外にも焼き箸が充実していますので、こちらを購入いただくのもいいかもしれません。さて、こちらが魅力的なジェラートの数々です。サイズは2スクープのスモールサイズで3ユーロ、3スクープのミディアムサイズで4ユーロ、4スクープのラージサイズで5ユーロになっていましたので、大きければ大きいほど基本的にはコスパがいいです。加えてエクストララージと言います5スクープで8ユーロのものもあったんですけども、その場合はかえって割高になってしまいますので、コスパを考えるのであれば5スクープ頼む場合は2スクープのスモールと3スクープのミディアムを別途購入いただくのがいいのかもしれません。またコーンをチョココーンに変えたりとか、こういったトッピングをつけることもできますので、ぜひそういった部分も楽しんでほしいです。そしてこちらはジェラート注文しています。2スクープなので3ユーロなのかなと思ったんですけれども、後で振り返ってみたら4ユーロでした。もしかするとこのウェハースをつけたことで1ユーロプラスになってたのかもしれません。さて、今回のローマでのグルメ特集はここまで。最後はフィレンツェに向かう前の高速鉄道の駅、テルメニ駅にてドリンクを注文したカフェのご紹介です。こちらパネラというお店でございまして、ベーカリーショップになっています。実は同じくテルメニ駅の近くにもカフェがあるようで、そちらではイートインでいただくこともできます。
一方で、こちらでもテイクアウトではあるものの、パンなどを含めラインナップが充実していましたので、こちらをテイクアウトで購入いただいて、鉄道でいただくのもいいかもしれません。さて、こちらカプチーノラージサイズとミディアムサイズをいただきました。ラージサイズですら3ユーロになっていまして、約480円程度になっていますので、こちらはとてもコスパが良かったのかなと思っています。ちなみに今回利用した高速鉄道では、チケットの値段にお食事もついてきましたので、確認していただくと、もしかすると購入した座席次第ではそういったサービスもあるかもしれません。以上、今回はイタリア・ローマ必見グルメ9選としてご紹介しました。今回の動画の中でローマの魅力を少し感じることができたかもしれません。特に途中でご紹介しましたカルボナーラだったりとかアーティチョーク、またイタリアンパスタのアマトリチャーナに関しましてはローマでこそいただいてほしいメニューになっていますので、今回のお店でなくてもいいんですけども、特にチェックしていただいてぜひ味わってほしいようなメニューです。他にもローマの休日でも有名なジョリッティに関しては日本で食べたことがある方はなおさらその魅力を実感することができるかと思いますので訪れてほしいですし、途中でご紹介したカフェマティーニはコロッセオが見れる抜群のロケーションになっていますので、タイミングが合えばその座席に座ってモーニングも味わってみてほしいです。ジェラートやティラミスに関しましては食べ歩きしている方もとても多かったので、日本でお菓子を食べながら歩くような感覚でぜひ移動時間も含めて可能な限りグルメを充実していただければと思います。以上ミッキーでした。ありがとうございました。